やっぱ暑い。僕はよく絵描緑門という様式の絵を描くんだよね。それは暗いところからスカーッとこう向こうに広く抜ける。でこれは沖縄のかつて僕が子供の頃っていうのはいくらでもあってね、ある種原風景だった。なんか気持ちよさっていうかどういうのかな、豊かさというのか、それがいつもなんかふと描こうという気になってしまうのよ。ずっと描いても描いてもつい描いてしまうんだけど、その緑門を今日は紹介したい。行ってみよう。あと服が綺麗な、そうこういうふうにして服着が村を回り、家を守ってね、本当に家を守ってるこの服着で守ってもらったんだな。最近はほらこういうコンクリートの壁なんか多いけど、もともとはこんなふうに服着をまさに壁のように作って、これで家を守ってもらう。だから集落が守られると同時にこの家も守られる。そういうふうにしてこの服着をうまく使った。さあ今日はこの緑門、この集落の緑門やはりねある。この村や家、畑などを守るために海と陸の間に大きな、緑の帯って言いましょうかな、木を植えるわけだ。つまり防風林や防砂林、防潮林ということなんですが、これがあることによって、風を緩和する。台風などね。で灼熱の太陽からも一定の緩和が可能である。この太い木の帯、ここから海に抜けるときに、集落はそこから抜けるときに道作るわけだけど、この道がいわゆる海に抜ける門、緑門ということになるわけだけど、これは集落ごとにあって、大体この道を通過して海に出かけるわけです。緑の門入ります。はい、緑門に入るぞ。下草が踏みしめられて道ができてる。はい、緑門入りました。おおこれまた見膨らぎ
いやー、琉球京畜島の実だな。わ、これまた美味しそうだね。いやいやいや。ほら。で、これ美味しそうだとかじりたくなるよね。これでもかじっちゃダメなんだ。毒なんだ。目が、これの汁が入ると目が膨れてしまうから、ミフクラギという名前がついてるわけだけど。うわー、見てみるとポトス、これポトスでしょ。虎の尾。はあ、さっき入ってきたところには露草の種類、ほとんどそのなんか観葉植物として売られてるもんがね、持て余して人はここに多分捨てたんでしょう。そうすると彼らはここでまたたくましく生きていく。こうして緑門の風景がいろいろ変化していくわけだ。福木でしょ。赤穂の木、ガジマル、小木、それからアダン、トウズルモドキ、いろんな木が生えてみんな高くなってるね。それが高く深くなるだけに、緑門も深くなるというわけだ。これをね、こういうふうにこう頭に巻くと、仮眠所たちがねこれを巻くと、仮眠所はこのね神様になるっていう羽振り。これは神事の時に使う。ずっと上まで登ってる。おお、これは貝殻から。これは食べた後ここに持ってきて貝を捨てたわけだ。まるで骨みたいだね。これあるとまた便利なことができるよ。穴を掘るのに都合がいいのこれ。これはアダンの寝方だね。なんか生き物みたいでしょ。化け物みたいだな。これがこうずっとね、いわゆるタコの木と言われてるゆえんだけど、いっぱい根が出て下に食い込んでって上に伸びてる。うわ、これまた痛いな。怪獣だわ。いいね。古いね、これも。この隣にはこれ福木か。もうだいぶ大きくなった。その隣は何だろう。これは小agiか。銀ネムだわ。いろんな木が、いろんな種類の木が混合して、しかも蚊も大変。さあ抜けるぞ。緑門通過。さっきマングスも通過したんだけど、人はここを抜けて海に出ます。わあ、ほら海です。海の神様に手を合わしました。緑門通過。
うわ、これがまた気持ちいいんだね。広い海に出た。あら気持ちいいね。水平線がこういう海の明るいところに暗いところからドッとこう出てくると、これが爽快な気分になると同時に世界がチェンジしたような感じになるんだよな。これから利用する時は海で仕事する人たちはやっぱり海で仕事させてもらうし、レジャーでも楽しませてもらうから、楽しませてくださいってこう海に手を合わす、無事をね願いながら。うわあ、木馬の苗、ほら子供たちをどんどんこの砂浜に入ることができる、こんなところにも木馬は入ることができるんだな。これを引っ張ってもすごい奥まで根が伸びてんだな。いやー、なんかこうこのわかめだけど、わかめというかね苗だけど本当に力強くぐんぐん成長する趣があるけど、実はこんなに生えてもね、これ台風が来るとみんな上に託し上げられるんだよね。木馬も松もこの拉致に入る性質を持ってるわけだけど、こんな過酷なところでね塩水に使っても大丈夫なの。軍配昼顔浜子、それから砂ずる綱、そういうものが海の方向に向かってどんどん伸びていこうとするわけだけど、ここでなんかね、この砂浜の物語、海の神様と丘の神様がこの浜を挟んでそれぞれの領域を持ってるわけだけど、丘の神様はこの浜は私のものだっつって、それでこの兵隊だしね行軍させてどんどん海の方に迫っていく。かたや海の神様は浜は私のものだと言って大潮、すごい大きな潮、場合によっては台風をよこしてここまで攻め込んできた軍隊を上の方に託し上げる。かくして海の神様と山の神様が浜を挟んで競い合うわけだけど、永久に決着がつかない戦いがここで行われている。どっちでもない淡い端境、こういうどっちでもない場所、これとても重要な意味があると思うんだよね。さてこれ持ってきたのは、これがね役に立つというのをちょっとやってみたいんだよな。
できるだけ大きい方をね。さてこれやってみようかな。これカニの穴、こんなんでこういうふうにして、これがねこういうふうにとんが出るからどんどん掘れる。手だとねこういうのいかんけど、これでガシャガシャ掘れるわけだ。なんか天気が悪く なるわけでもないのに深い穴になってるな。天気が悪くなると穴の方向、海の方向に向かうのと陸の方向に向かうのとで、どのように天気が変わるかっていうのが大体予測で。うわ、さあほら、あった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 そのメガニ、このカニが今ここで手を離すと上の方に逃げるのか海の方に逃げるのか、どっちでしょう。やってみようね。さあ行くよ。これそう海の水の中に入るのが安全ってなわけだ。